こんにちは、イラストレーターのネグです。今回はこちらのイラストのメイキング動画を見ながら解説を行っていきます。キャラクターは早々のフリーレンよりフリーレンとフェルンです。はい、それでは見ていきましょう。まずはオーラフですね。構図の作り方から見ていきます。で、構図を考えるときにですね、どんなシーンを描きたいかとか、どういう雰囲気にしたいかっていうのをまず整理します。今回の場合は、フェルンと眠たそうなフリーレンが小屋から出てくるシーンで、時間帯とかだいたい早朝で肌寒そうな感じだなとか、大体でいいんでそういうことを考えておきます。で、そういうシーンってすごく日常的なシーンですよね。なので、迫力っていうのは特にいらないです。ということは、パースの効いた構図とか特徴的なアングルっていうのは実は必要ないんですよね。なので、シンプルな一点透視図法がいいかなと思って、この構図を選択しました。映画とかアニメでもそんな感じですよね。序盤の日常的なシーンに迫力のある構図とかはあんまり使わないと思います。そしてポーズは二の次でいいので、画面上に人物をどの位置にどんな大きさで置くかっていうのを考えましょう。人物を大きく写した絵と余白のある絵だと印象が変わります。で、今回は最初よりちょっと人物を小さくしました。で、そうすることによって背景の割合が増えますよね。なので、より日常の一部を切り取ったかのような絵になったんじゃないかなと思います。で、こういう一点透視図法だとですね、特に安定感のある水平の線が画面上に並びやすいので、それも相まって静かで穏やかな印象を与えてくれたんじゃないかなと思います。ただこの構図の欠点は動きっていうのを表現しづらいっていうことがあります。で、大体人物をどこにどういう風に配置するかっていうのが決まってからようやく人物の線画に取り組んでいきます。静的な構図だからこそ要所要所で動きを作る工夫をしたいです。動きをつけたいので風が右から左に吹いてるように紙とか服を描いていきます。フェルンが持ってるカバンも地面に垂直じゃなくてちょっと斜めに描いてあげてます。で、フリーレンのマフラーも風に影響されるべきか悩んだんですけれども、今回はこのままの方がわかりやすいんじゃないかなと思って放置してます。最初はですね、眠たそうなフリーレンがフェルンに手を引っ張られているっていう姿を描こうとしていました。なんですけれども、それではイラスト自体に動きが少ないなと思ってました。なので、手をつなぐ代わりにですね、フェルンにマフラーを握らせるっていうアイデアを思い浮かんだんですね。で、そうすることによってフリーレンの手が空いて、両手を上げて体を伸ばしている姿が描けるようになりました。こうすることによって先ほどより動きが出たんじゃないかなと思います。フリーレンの表情に関しまして、口を閉じて寒がっているよりも、もっと目立たせたいのでですね、口を大きく開けてあくびをさせています。で、これはどちらも試してしっくりきた方を採用しました。で、このようにですね、構図とか配置とか人物のポーズとかを考えるときも何かしら意図を持って描けるようにしたいですね。で、細かい線画を描くのは人物だけで背景は割と適当に描いていってます。で、私は手を描くのが好きなんですけれど、実はあまり得意ではないのでですね、ほぼ毎回自分の手を参考に描いてます。で、あとは髪の毛とかを描く際は最近ですと、フェルンのように線画ではなくて、ブラシで塗ってシルエットを作るっていうやり方をとってます。そうした方が直感的に面白い形を作りやすいかなっていう感じですね。で、人物が描けたら次は背景に移ります。で、私自身建築の知識がないので資料を参考に描いていきます。で、背景の建築の資料として、中世の建築とかを Pinterest や YouTube で調べてましたね。で、だいたい1時間ぐらい探してたような気がします。で、使えそうなのを何枚か揃えて、それを見ながら書き進めるっていう感じです。めんどくさいかもしれないですけれど、資料集めは妥協しない方がいいと思います。で、こういう画像を探してるうちにですね、森の中の小屋が木漏れ日で美しく照らされてるような画像が出てきたんですね。で、そういう光の描写がかっこいいなって思った画像は、光を塗る際の参考になるので、そういうのも見逃さずに保存しましょう。
で、このように資料から想像を膨らませて塗り始める前にこういう雰囲気で書き進めたいなっていうアイデアがあると迷わずに塗りを進めていきやすいですね。で、だいたい線画が描けたなと思ったらここからは、塗りの段階に入っていきます。で、ここで改めてどういうイラストにしたいか整理してみましょう。目指す雰囲気としては肌寒い朝やけど日の光がしっかり昇ってきているようなイラストにしたいなと思ってました。じゃあそのためにはどうすればいいか。それっぽい画像を Pinterest とかで探してライティングとか色選びの資料にするんですね。で、それらを参考にして画面全体を2種類の色で分けます。まず全体に青い影を置いて光の当たる部分に暖色を置いていきます。で、今回の2色の特徴っていうのは、サイドは割と高めで2色ともちょっと緑色に寄ってるっていうところですね。これもかっこいいなと思った資料を参考にしてます。ただ意識していただきたいのが影やから青く塗るというのではなくて青空の青を反射しているから青くなるっていう考え方です。影であっても真っ黒でない限り何かしらの光の影響を受けてるんですね。で、その青空の青より強い日の光に照らされている部分に明るい暖色を置いていきます。という風に2色に塗り終わった後に固有色を置いていくという感じですね。この塗り方のメリットはですね、かなり塗りの早い段階で絵の完成図が想像できるようになるということですね。2色だけでも雰囲気っていうのは作れるので、最初からその雰囲気を保ったまま描き進めるということができるわけです。で、背景と人物が馴染まないよっていう悩みを持っている人は一回試してもいいかもしれないですね。ランプを描きましたけれども、これは日の光とも違う色を持った光源になります。日の光が届かない日陰に配置してあげるといいアクセントになると思います。で、全体的に色を塗ってる際に注意しているということがあります。それは最も暗い色を決めておくということです。このイラストの場合、固有色が黒いフェルンの服装とか、光の届かないオクルージョンシャドウと呼ばれる部分ですね。このように基準となる色があると他の色も塗りやすくなってきます。で、ちょっと話戻るんですけど、フリーレンの顔とか腕に暖色の明るい色が塗りましたよね。これは地面からの照り返しを意識して描いてます。この照り返しがあることによって青の寒そうな印象の中にも暖かさを見つけることができます。この辺から2人よりさらに後ろの背景を描いていきます。正直この後ろの背景はそこまで目立たせたくないんですよね。情報量が高くなりすぎて2人に目が行きづらくなるっていうことを避けるためです。じゃあどうすればいいでしょうかっていうところで使えるのが空気遠近法です。何をするかというと、2人より前か後ろで近景か遠景に分けます。遠景は近景よりも距離がありますから、その間に空気の層があるんですね。その影響を受けるように遠景では近景よりもコントラストを小さくして描いてあげます。具体的にどういうところに影響が出ているかというと、さっきも話に出た最も暗い色っていうのがこの円形には一切出てきません。円形の黒は近景の黒よりも明るい色を使ってます。このように円形のコントラストを下げて円形自体を目立たなくして、視線を操作したり遠近感を生んでます。で、逆にコントラストが高いところに視線は行きますから暗い円形が白いフリーレンを目立たせてくれてます。っていう話をしているうちに一瞬でドアが書き上がったんですけれども、これは textures.com というサイトから、ドアの素材をダウンロードして使ってみました。また視線誘導の話に戻るんですけれども、二人の間にある光と影のシルエットを面白い形にして、そこに視線を集められないかなと試行錯誤しているところですね。同じ木材でも二人に近いところはサイドを上げたり目立たせやすくしてます。また左下からフェルンの足元に向かって伸びるような木の影みたいなのがありますよね。これはもう視線誘導を狙ったものなんですけれど、何もない左下に情報量を与えてくれる役割も担っていると思います。これがないと画面の重心のバランスが悪くなりそうな気がしてたんですよね。あとこの影の階段あたりにできるシルエットは割と適当に描いてます。気分で、気持ちいいシルエットを探してるって感じですね。
で、この辺で人物の前後に霧を設置しようとしていますね。遠近感を出したり、朝の寒さっていうのを表現できるんじゃないかなと思って配置しました。で、この辺に来ると、あとはディティールを描き進めるだけっていう感じですね。もちろんキャラクターを描く際はそのキャラクターの資料を見ながら描いたりするんですけれども、それだけではなくてですね、上手い人の絵を見ながら描くっていうこともすごく勉強になります。今回の場合は背景を描く際に、ジブリの、本当恐縮なんですけれども、ジブリの作画を参考にさせていただきました。正直自分の技術のなさを痛感するんですけれども、それでも上手い人たちはこういう風に描いてるんだみたいな発見がたくさんあって自分の成長にもつながりました。だから皆さんにもこの絵を通して勉強していただけたらなと思います。描くことだけが上達につながるわけじゃありませんから、何か自分の中で気づき発見をすることでも上達することができます。例えば反射光をどこでどういう風に使っているのだとか、特に地面の照り返しですね。他にはオクルージョンシャドウを同様にどこでどういう風に使っているんだとか、あとこのイラストでわかりやすいのは書き込みの強弱ですね。石壁にご注目いただきたいです。日向と日陰の部分の書き込みはもう全然違います。日陰の部分の書き込みが浅いのは目立たせる必要がないから、目立たせたくないからですね。というようなことを上手い人たちの絵から気づいてください。そしてそれを自分の絵に活かしてください。でもいっぺんにたくさんのことを試す必要はなくて、今回は反射光だけちょっと試してやってみようかなみたいな、少しずつの変化でいいと思います。と言ってる間にあとは調整だけですね。トーンカーブとかグラデーションマップとかでオーバーレイとかを使って最終の仕上げをして終了になります。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。少しでも何かの参考になれば幸いです。よろしければ他の動画もご覧いただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。